おはようございます。現在の時刻がね、7時37分で、車内の気温が 1.5 度ですね。寒いです。で、車外の気温はマイナス 0.2 度ですね。言うほど寒くないっていう格好ですね。なんかね、めちゃくちゃ冷えてから水道管破裂するぞっていうほどの温度じゃないかなっていう感じです。で、窓の外はね、こんな感じでから、雪がね、しっかり積もってくれましたね。素晴らしい。じゃあね、ちょっと開けてみましょう。せーの、よっ。おお、あ、しっかり積もってますね。あ、しっかり積もってくれてます。外出てみましょう。おお、これは思ってる以上に積もりましたね。辺りは一面銀世界です。車にもね、いい感じで積もってくれてから、多分10センチぐらいは積もってますね。これは嬉しいです。東条湖で無事朝を迎えることができました。なんたらもっと向こうでもよかったですね。池沿いでも。ちょっとね、イカのお寿司にはね、程遠いですけども、ペラペラなイカのお寿司状態ですね。でも満足です。はい。で、ちょっとね、車内こんな感じでごちゃごちゃしてるんですけども、昨晩ね、電気シュモフ姿がおかげで、ね、全然寒くなかったです。やっぱし電気シュモフすごいですね。こんなにね、効果あると思いませんでした。で、目も覚めたんでね、朝食にしようと思うんですけども、ちょっと今日はね、僕実は向こうにあるね、その足湯がある広場で車中泊しようと思ってたんですけども、車中できなかったんで、そちらの方にね、足湯とは別に温泉卵を作る機会もあったりするんで、そこに行ってね、温泉卵を作って朝食にね、花を添えたと思うんで、起きて早々なんですけども、もうパパッとね、雪かきをして、それからちょっと出発したいと思います。よし、じゃあね、雪かきしていきましょう。はい、OK ですね。空もね、晴れてきましたね。あとはスクレーパーですね。OK、近いバッチリ。はい、50cc というところですね。じゃあね、行きましょう。はい、OK、脱出 OK ですね。お、いけるかな。よいしょ。はい、出れました。はい、到着です。はい、こちらはですね、東郷池にある足湯の布袋の湯さんの方ですね。あそこにね、温泉卵を作るやつもあったりとか、あと、向こうの建物が足湯ですね。で、本当はね、昨日ここで泊まろうかと思ったんですけども、泊まってもよかったですね。でもいいです。はい。で、ちょっとね、ご飯の準備をしましょう。で、今朝ね、残ってる食材はこんな感じで、まずはお米。あと卵が5個ですね。多いですね。あと豚肉。昨日の残りですね。あとカット野菜。もう野菜ばっかりですね、これ全部。で、あとオレンジです。ですんで、今朝はね、これらの食材を使って牛焼肉丼ですね。を作りたいと思います。で、牛焼肉丼にするにはね、ちょっと肉が少なくて野菜が多いんですけども、まあそれはちょっと問題なしとしまして、まずはご飯を炊かないといけないんですけども、炊いてる時間にね、卵を温泉卵にね、したいと思います。はい。じゃあね、もう準備しましょう。まずはご飯ですけども、100じゃ多いよな、絶対に。やっぱりね、100cc にしました。お米 100cc です。で、これを、お釜に入れて、あとは水を 1.25 ですけどね。よいしょ、これぐらい。130cc ぐらい。入れて、あとはね、炊飯器にセットですね。で、炊飯。はい、これで OK です。だいたいね、30分とかぐらいで炊けるはずなんで、もうこれで放置しましょう。で、次はね、卵を温泉卵にしに行きましょう。いくつぐらいがいいかな ?3 つぐらいにしましょうかね。せっかくなんでね、3つ温めましょう。ちなみにバッテリー残量は今 24% ですね。何%炊き上がるでしょうか。よし、温泉サウナ誰もいませんね。貸し切り状態です。網を使ってね、やるらしいですね。こうじゃいけないんで、なんか網がいるかもしれないんだけど、どうしようかな。網がね、ないんですよね。多分ね、取れると思うんで、こんな感じで入れました。OK ですね。よし。で、この分でね、2、30分放置するらしいんで、その間にね、足湯入ったりとかしましょう。よいしょ。
おお、向こうが入り口、あ、こっちが入り口みたいですね。よし。おお、気持ちいい。ちょっと暑いなこれ。あったかい。めちゃくちゃ気持ちがいいですね。はい、暑いかなと思ったらね、逆でした。ちょうどいいぐらいでした。だから見てください、これ。足がね、こんな感じになりました。温度差ですね。真っ赤かです。赤ちゃんの足みたいになりました。あ、でも気持ちいい。よし。じゃあね、上がりましょう。気持ちいい。最初は寒い思ってたのにからね、めちゃくちゃ温まりました。よし。じゃあね、行きましょう。もうね、あれ、カモがいるぞ。カモがいますね。かわいい。なんだろう。なんかあるのかな。はい。もうね、30分ちょうどぐらい経ったんで、今から行って、ほら。もうね、30分経ったんで、行ってね、卵を回収しましょう。誰も網を使ってなかったみたいなんでね、網のままつけさせてもらっててもよかったですね。よいしょ。よいしょ。はい、なんとかね、取れました。3つね、できましたね。じゃあ車に乗って、じゃあね、料理しましょう。上手にできてるといいんですけどね。はい、でね、車に戻ってきたらね、ご飯炊けてました。もう炊けてからね、12分も経過しますね。結構早く炊けたみたいです。で、バッテリー残量はね、13% なんで、11% でね、ご飯炊けたっていう格好になりますね。はい。で、炊き上げるも完璧ですね。さすが炊飯器です。じゃあね、温泉卵もできたんで、パパッともう料理をね、作りたいと思います。よし、じゃあね、パパッと作りましょう。もうね、作り方は本当にすごい簡単でから、まずはフライパンにくっつきにくい方をつけて、はい、お肉を投入。で、火をつけて、塩コショウで軽く下味をつけます。じゃあ次は野菜をもう全部いきましょう。はい、香り付けにね、ごま油入れたらね、一気に焼肉感が増すんでね。はい、そしたらね、味付けしましょう。どれぐらいかな。醤油を一つ、みりんを一つ、もっといるわ。ごめんなさい。醤油を2つ、みりんを2つ。で、あと砂糖をね、入れましょう。砂糖 5g ぐらい。焼き鳥丼みたいなね、タレにします。甘辛いやつですね。で、あとはこれをね、少し煮詰めて、とろっとしたらもう完成にしましょう。とろっとというか、少し煮詰まったら完成にしましょう。はい。煮詰まってきたというかね、もやしから水分が出てね、いたちごっこになっちゃってるんで、もうこれぐらいにしておきます。味はいいです。で、あとはね、ご飯をつぎましょう。しゃもじが欲しいですね。よし。で、よし。じゃあ最後にね、温泉卵をのけましょう。ちゃんとできてるといいんですけども。よいしょ。いくよ。せーの。よっと。おー、すごい。完璧ですね、これ。いいのができてます。めちゃくちゃ美味しそうなのができました。すごいね。いいのができましたね。びっくりです。じゃあね、早速いただきましょう。いただきます。合成に行きましょう。お肉を温泉卵に絡めていただきます。最高です。めちゃくちゃ美味しいです。で、外でね、食べようと思ったんですけども、外ちょっとベンチが見当たらなかったんで、もう、ちょっとね、車内でいただくことにしてます。なんだろう、甘辛いタレがね、すき焼き風みたいな味なんで、すき焼き風味と卵でね、美味しいです。めちゃくちゃ合いますね。
はい、完食です。ごちそうさまでした。はい。でね、さすがにね、温泉卵3個は多すぎたんで、もう2個はね、持って帰って家で食べたいと思います。ということでね、ご飯も食べ終わったんで、ちょっとね、パパッと片付けて帰る準備をしたいと思います。はい。ということで今回はね、予算5000円で、爆弾低気圧っていうんですかね、の中での車中泊を楽しんできたんですけども、いかがだったでしょうか。結局ね、米子から境港から大山町、それからこの由利浜町ですかね、の方をうろうろさせてもらえて、たくさんお風呂に入れたし、たくさん遊べたんで、もう個人的にはもうめちゃくちゃ満足してます。で、実際ね、日々の気温は0度を上回らないようなね、時もあったりしてから、めちゃくちゃ寒かったんですけども、やっぱし厚着が正解でから、厚着してるおかげでね、なんとか過ごすことができました。で、夜寝る時なんですけどもね、今回、僕めったに使わないんですけども、電気式毛布を持って行ってたんですけども、分かりました。電気式毛布はね、すごく便利です。めちゃくちゃありがたかったです。で、なんでしょうね、今回の車中泊を通して分かったのが、ポータブル電源はいろいろあるんですけども、やっぱし容量が正義ですね。容量が多いものが一番いいです。うん。出力がとかなんか細かいところじゃなくて、もうやっぱし容量が多いものが一番いいですね。この分のおかげでね、3日間電気毛布を一晩中使って、あと車内の照明に使ったんですけども、これね、明け方切れました。というか、朝起きて、照明が残っている状態でから切れましたね。ですので、もう3日3晩ギリギリ使えたという確保です。この容量で。ですので、もっと容量があったら、もっとね、余裕があるかもしれません。で、あと、今回使用した EF デルタに関してなんですけども、これはすごくよくって、走行充電が早かったんで、短距離しか移動しなくてもガンガン充電するんで、めちゃくちゃありがたかったです。なんですけども、ちょっと不具合というか、いうのがあって、AC をオンにしたらファンが回転し始めて、炊飯器を使ったら、ファンがね、ふわーっとちょっとよく回るんですけども、炊飯調理が終わって保温状態になってから消費電力が下がっても、ファンずーっと回ったままなんですよね。で、それがちょっとね、うるさかったです。ですんでね、そこだけね、改善してもらえたらすごい車中泊に使えるんじゃないかなと思いました。あとね、買ったチェーンなんですけども、これ使えませんでしたね。買うときにね、スタッドレスでも十分いけると思いますよっていう風に、オートバックスのお姉さんが言ってくれたんですけども、今回準備したんですけども、出番はありませんでした。でもね、そんなのあれば憂いなしなんで、これで OK だと思います。またね、使う機会があると思うんで、これはちょっと持ってちゃんと保管しておきたいと思います。で、あと最後にね、ゴミなんですけども、こんだけ出ましたね、今回。めちゃくちゃ出ました。なんでしょうね、この中にね、いろいろ飲んだ日本酒の瓶とか、ガスボンベの缶とかが入ってるんですけども、これはもう家に持って帰って処分します。捨てては帰りません。で、結局ね、今回5000円のつもりが、最後の最後でね、ちょっとお風呂の入浴料金がちょっと違ってから50円多く使っちゃったんですけども、ちょっとね、リサーチ不足だったんですけども、でもね、ちょっとそこはね、今回ちょっと歴史あるお風呂に入れたんで、目をつむってもらえたらなと思います。はい、こんな感じですかね。じゃあね、今回もね、5000円で3泊4日もね、遊んでくれたんで、大満足なんでね、もう今から家にゆっくり帰れたと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。よし、出発です。はい、ということでね、いたずらも終わったんで、家に帰りましょう。ここからね、やっぱり3時間ぐらいかかるんで、あんまりのんびりはしてられるんですけども、頑張ってね、帰りましょう。あ、ちなみになんですけど、今回の走行距離は 332.1 キロで、もうガソリンはほとんどないです。ですんでね、もうどっかで入れて帰らないといけないやつですね。ですんでね、5000円でやっぱし広い範囲を回りきるのは難しいですね。ですけども、5000円あれば3泊4日滞在はできるということですんでね、何かをね、参考にしてもらえばありがたいです。今さっきまで鳥取県だったんですけども、岡山県に入った早々ね、雪が残ってますね。さすが鳥取というべきか。すごい。あ、でも楽しい。じゃあやっぱし雪中車中泊するんだったら岡山県の方がいいのかな。でもこの辺ってする場所ないんですよね。
びっくりしました。 Google マップで今ナビしてたんですけども、僕が考えてた道じゃない道を誘導してました。で、なんでかなと思ったら、さっきね道の駅でおトイレ借りたんですけども、その時にルートを書き換えたらしいんですよね。こっちの方が近いよとかって。それも違うだろうっていう。燃料がね心もとないんですけども、頑張って峠を越しましょう。はい、今ね、岡山に帰ってる最中なんですけども、走行距離がね、400キロ超えたんですよね。家を出てから、鳥取をぐるっと回って、この津山の辺りまで帰ってくるのに、400キロでこれなんですけども、燃料がね、もうちょい残ってるんですよね。で、これもしかしたらね、岡山までは55キロほどあるんですけども、この燃料の残量でね、もしかしたら帰れるかもしれないんですよね。ですんで、ここからはね、この残量で家まで帰れるかどうかっていうのをね、ちょっとね、実験してみたいと思います。もしそうならね、ちょっと今回50円超えてますけども、5000円で鳥取半周可能だったということになるんでね、それが何を意味するのかはちょっと置いときまして、ちょっとそういうことになるんで試してみましょう。まだ E ランプもついてませんし、燃料もねなんか残ってるっぽいんでやってみましょう。はい、今ねちょっと大好きなプラント5によってご飯とかをね食べ物買ってきたんですけども、これちょっと気になったんですけども、こうガソリンのマークって出ないんですかね。こう足りませんよみたいなやつのマークがあるのかなと思ったら、ちょっと見当たらないんですよね。そんなことあるのかな。ガソリン警告灯はね、どこにつくのかちょっとわからないんですけども、ちなみに SRS の警告灯つきっぱなしですね。これ壊れてるのはね、ちょっと分かってるんで、帰ったらね、なんとかしないといけませんね。よし、じゃあね、キロにつきましょう。あと50何キロです。とりあえずね、燃費走行で走らないといけないんで、もうゆっくりのんびり帰ります。別に途中でガソリン入れてもいいんですけどもね。ちょっとダメっぽいですね。燃料がね下まで来ました。あと何キロだろう、40キロぐらいあるのかな。難しいですね。入れた方が安全ですね。入れましょうかね。もうちょいいけるかな。もうちょい行ってみましょう。武部の方まで帰ってきました。かなりやばい状況ですけども、あと家まで30キロぐらいです。寒い。よし、ここでね分岐なんですけども、帰りのガソリンスタンドにはねこっちからの方が近いんで、こっち行きましょう。2回峠越えをしないといけないんですけども、なんとかなると思うんでね。さあ頑張れ。結構上り坂です。ここがまずは越えられないといけない。いけてくれ、いけてくれ、いけてくれ。よっしゃ。クリアしました。はい、帰ってきました。最後のね難関です。この峠を越えれればねガソリンスタンドなんですけども、いけるか。よし、越えた。峠を越えました。あとこの坂を降りたらね、いつものガソリンスタンドです。はい、到着です。はい、ということでね、無事帰ってきました。総走行距離は 462.4 キロでした。よく走りましたね、これ。7枚の計で、ガソリンはねもう本当に空っぽの空っぽですね。よく頑張ってくれました。はい、ということでね、なんとか無事無給油で鳥取を回って岡山に帰ってくることができましたんで、あとはねガソリンを満タンにして家に帰りたいと思います。はい、ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。バイバイ。